備蓄米を札幌でもね販売って話がありましたが、将来のお米の価格を安定させる最新技術があるそうです。一体どんな技術なのかご紹介しましょう。米の価格高騰が続いている令和の米騒動。さらに今後は農家さんの高齢化や担い手不足による生産量の減少も深刻な影響をもたらすと心配されています。その解決のため今注目されているのがリモート農業。食の未来の救世主、大阪と北海道の1200キロを結ぶ壮大な実験を二元中継でお伝えします。まずご覧いただいているのはイチゴなんですが、イチゴの選別パック詰めのロボットなんです。イチゴを傷つけず重量別に選別し、向きを揃えてパック詰めをするというそんな技術なんですね。これも将来的に人手不足解消へとつなげるそんな技術です。今日お邪魔しているのは改めてこちらです。大阪夢洲というところで行われている大阪・関西万博です。命輝く未来社会のデザインをテーマにしています。160の国や地域が集まって10月まで行われています。そして今私がいるのはちょっとユニークなところなんです。テーマとしては将来の我々の食、暮らし、それを守ってくれる最新技術を展示している場所。水産業や林業などが展示されている中で、もちろん農業もあるんです。今日の深読みのテーマはこちら、米作りもリモートへ、どさんこ技術が食卓を救う。どさんこ技術って一体何なのかというお話なんですが、それがこちらのブース、北海道大学の展示なんです。ちょっとご覧いただきますが、何かこうゲームセンターのいわゆるレーシングのちょっとシミュレーションがあるようなそんな場所なんですが、ここに座ってらっしゃる方がただゲームをしてらっしゃるわけではないんです。すごい方なんです。ご紹介しましょう。はい、北海道大学の野口昇教授です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お世話になります。野口さんは今回ご紹介する実験のこの技術を、最初から生み出したそんなアイデアを出した方なんですよね。はい、そうですね。はい。ズバリこれがどんな技術なんでしょう。これはね、遠隔でロボットトラクターの作業の監視、そして運転をするリモート農業システムです。だから運転ができるっていうことで、今この万博会場にはハンドルと、そして隣にレバー、向かい側にこれモニターがありますが、このモニターは何を映し出しているんですか。これはロボットトラクターの前方の映像がライブでリアルタイムで流れています。いわゆる運転席から見える。そうです。運転席から見える映像で、そして、こちらには大きくモニターが4つ上にあるんですけれども、左上のモニターご覧いただきますか。ある場所を俯瞰して撮っているところなんですが、そこの真ん中にトラクターが見えますでしょうか。この場所がどこかと言いますと、ここから1200キロ離れました北海道大学の農場なんです。この北大農場にありますトラクターを我々は遠隔操作をするということになるわけなんですね。大阪から、1200キロ離れておりますが遠隔操作をしていく。でちょっと中ご覧いただきますと、操縦席にはもちろん運転席には誰も乗っていないんですね。乗っているのは今回の大阪から遠隔操作をするための機材というのが積んであります。そして大切なのがこのトラクターの外側についているアンテナなんですね。このアンテナ NTT が研究した次世代通信基盤ION という世界最先端の通信技術を使って、どれだけ距離が離れていてもほとんど遅延なく操縦することが可能なんですね。このアンテナからいろんな情報がここに届いているということなんですね。さてこの操縦を今日は私北本がこの万博会場からやらせていただけるということになりました。これは免許などは必要はこれ大学の私有地ですから。大学の私有地の中を走行するので、今回の実験に関しては免許は必要ないということですね。ちょっとじゃあ失礼してありがとうございます。なんかあれですね、座った感じ、本当にこうゲームのシミュレーションゲームに流用して。そうですよね。ゲーム機流用。そう、流用、本当ゲーム機ですよね。これを、使いやすいんでね、皆さん見慣れてるんで、これを使ってます。実際のゲーム
用のコントローラーをこれもう使ってるわけですね。よりだから皆さんが簡単に使えるようになる。そしてこの正面のモニターなんですが、これもただ映像が映し出されているだけではなくて、3メートル、5メートルと書かれて線が書いてありますが、これは何ですか？これはカメラ1台で前方を見てるので距離の感覚がないんですね、はい、だから3メートル先5メートル先ということで運転を支援するガイドです。じゃあここがどれぐらい距離が離れてますよというのが表示されているという。そうです5メートル離れてるんだなということが分かる。そしてもう一つこのカメラの性能がすごくて、細かな部分まで見ることができるんですよね。そうなんです。このね車輪のあたりになると大体2ミリのものまで検出できます。2ミリのものですから、例えば人間が目では確認できないようなそんな細かな虫までこのカメラで発見することができるので、そうなると例えばそこの部分だけを集中的に対策をすることもできる。だから農薬もね本当に必要なところの病気が発生しそうなところだけピンポイントで撒くことができて農薬の使用量も大きく減らせます。そうなんですね。それが最終的に例えばお米だったら米作りだったら美味しいお米作り、安全なお米作りにつながっていくということなんですね。さあそれでは操縦を私ここからさせていただきますね。今画面で捉えている、そうです、右側が北海道大学で、今アップに映ったこのトラクターのハンドルと私のこの場所がつながっているわけです。大阪とここは1200キロ離れております。さあそれでは行きますね。じゃあボタン一つでまず動き出します。このボタンです。いきます。3、2、1、動け、ゴー。動き出しました。北海道大学も動いていますね。さあそれではハンドルを切ります。大きく左へ。3、2、1、ハンドルを切ったら北大も動きました。さあそれでは右側へ、右へ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 、タイヤが動いて車体も動いた。これは完璧にリンクしているのがお分かりいただけますね。私もこの視点で映像を見ながら操縦をしているので、なんでしょう、本当にこの場所からリアルに操縦しているかのような、そんな安心感があります。1200キロ離れても思えないでしょ。1200キロ離れてるとは思えない。私が今大阪にいるとは思えない、北大にいる感覚です。でこれ遅延がないという、そういった技術を使っているというお話をしましたけれども、何が遅延がないかというと、大切なのはこの映像なんですね。北海道大学のトラクターのカメラの映像が全く、ほとんど遅延がない状態でこの場所に映し出されています。だと何がいいんですか？ということになると、例えば1秒2秒遅れて画像が来るわけじゃないから、例えば1秒後に何か物にぶつかりそうな時に本当にリアルタイムに、ね、制御操作できますので、ブレーキ踏めることがで安全性が高いわけですよね。なるほど。今までの技術だったらこれだけの大容量の画像のデータはやはり1秒から2秒遅れてここに届いていたんだけれども、今ほとんど遅延がないんで、例えばやってみますね。今止めてみます。このトラクター、人がいるってなった時にえいって止めれば今止まったわけですね。止まりました。すぐ止まったんです、だからこそこれリアルタイムの映像を見ているからこそできる、だからこそ安全だということです。今私自分で操縦しましたが、実はこの技術そもそも自動運転もできるそうなんですね。自動運転に切り替えてみましょう。26番でした、30番でした、これ30ですね。ではいきます。今これでハンドル離した状態で、実はもうトラクターは自動運転もできちゃうということなので、こうやってハンドルを握らずともできちゃうということなんで、ここの2つ組み合わせでっていう。そうなんです。だから人が手伝わなきゃいけないときは人が遠隔で操縦する。あとは自動でこれちゃんと曲がるんですか？曲がった。これも綺麗にプログラミングされていまして、トラクターが今自分がどこにいるかというのを把握してるんで、もう角まで来たら曲がって、そして定位置に戻るということをするわけです、大阪ではハンドルいじってないですもんね。ではそもそもいじってないです。これ自動運転で行われているわけです。ではそもそもこの技術は将来の農業にどう役立つのかというお話なんですが、野口教授いかがでしょうか？これはもう本当ね、北海道農業もそうですし、日本の農業も人手不足深刻ですね、農業の。したがってそういう時にですね、町に住んでいて親から引き継いだ農地が田舎にある。その時に町から農業を行うことができる。だから耕作放棄地とか有給地が減らせて、その農業の生産性を向上させることができる。こういう技術だと思います。だから例えば今本当に人手不足になっている、例えばお米だったり、そういった農家の方にとっても、こういったものとうまく組み合わせることによって
安定してお米を作ることができるというそうですねことですね。供給の生産の安定性に貢献するするとそういったものが米の価格の安定につながったりだとか、そういったことになるわけなんですね。今また自動運転から私手動運転に切り替えておりますので、このハンドルとつながっています。こんな感じです。それではこの素晴らしい技術ですけれども、強いて言うなら何か課題を挙げるとしたらどういったところにあるんでしょうか。こういった技術はとてもですね本当最先端の技術なんで普及には時間がかかります、でそのためにねこのいった技術を円滑に普及させるためには次の担い手を育てるということですね。だからこういった技術を上手に使う人を育てる、そしてそういった技術をですね上手にまた普及させてくれる人、そして開発を進めてくれる人、こういう人材の育成っていうのがとても重要だと思いますね。技術はできました。じゃあこれをどう使っていく人を育てていくのかというのがこれから求められてくるところ、ですからこの大阪・関西万博のこの会場では実はお子さんたちもこの操縦体験というのをしていまして、そういった次の世代の皆さんが農業に触れ合える機会にもなっているわけです。この後も私は操縦を続けてまいります。北海道大学野口教授、どうもありがとうございました。どうもありがとうございましたスタートまでありがとうございました。ありがとうございました。すごい時代になりました。